こんにちは、闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。あなたは爆発という魔法を知っていますか？アージダルのアルカナの指輪装備時のみ使える破壊魔法なのですが、様々なパークを取得することで最終的にとんでもないダメージを与えられるようになります。しかしこの魔法で最大ダメージを出すには特定の順序でパークを取得する必要があるのですが、正しい取得順についてはあまり知られてないように思います。そこで今回は爆発のダメージを最大まで伸ばすビルドを紹介するつもりだったのですが、それだけだと面白みに欠けるので、どうせならアージダルをイメージして爆発と資料術を組み合わせた全く新しいビルド、爆炎のネクロマンサーの作り方を紹介します。まずは種族ですが、インペリアルの男性にします。種族パワーの皇帝の声が資料術と相性がいいからです。名前は、アージダルの先を行く者という意味でビージダルにします。それではヘルゲンを脱出します。敵は無視して駆け抜けますが、檻の中の魔術師の装備と回復薬はなるべく回収していきます。ヘルゲンを脱出したら、大守護石には寄らずにまっすぐ北に進んで、リバーウッドへ向かいます。リバーウッドトレーダーでヘルゲンの戦利品を売却したら、アルボアから紅玉のインゴット1つと、革4つを購入して、魔術師のバックパックを作成します。バックパックは他の装備枠を使うことなく装備できるので、デメリットなしで間近と所持重量を増やすことが可能です。ホワイトランに着いたら馬車でウィンドヘルムに向かって、そこからさらに南西に進むと、マーラの目の池に到着します。中央の小島から地下に入って、中にいる吸血鬼からサングイネア吸血症をもらいます。そうしたらすぐそばの空種の間に逃げ込んで、3日間待機します。これでこのキャラは吸血鬼になりました。そのまま空種の間のクエストを進めて、血虫の兜を入手します。これはアンデッドに対する魔法を 25% 強化する効果があり、プレイヤーがアンデッドなら自分自身への魔法も強化できます。試しにこの状態で魔術師のバックパックを付け直してみます。すると間近と所持重量が血虫の兜によって強化されました。それ以上に重要なことは、この時点でこのキャラはアンデッドに固定されたということです。詳しくは聖職者アンデッドになる方法という動画を見てほしいのですが、ゲーム開始後なるべく早く吸血鬼になることで、その後吸血鬼を治療しても永遠にアンデッド状態が続くようになります。ゲームを開始したらまずアンデッドに固定する。これは令和のスカイリムの新常識として定着したので見ない日はないと言っても過言ではありませんね。クエストが完了したら、黒鉱石など金目のものを回収してから外に出ます。次は魔術スキルを鍛えたいのでリフテンまで移動して、商人にこれまでの戦利品を売却します。商人の所持金がなくなったら、セーブしてから殴って敵対して、その後ロードすれば所持金が復活するので、これを繰り返せばいくらでも売り続けることができます。というわけで黒鉱石を一つ残して全ての戦利品を売り終わったら、宮廷魔術師のウィランドリアから、消音、灯明、聖者の光、魔力の剣の呪文書を購入します。酒場でマラマルから結婚についての話を聞いて、マーラのアミュレットを購入します。さらにマーラ聖堂でマーラの祝福を得れば、回復呪文の消費を 25% 軽減できます。それではウィンターホールドまで移動して、ファラルダから入学試験を受けます。宿屋に泊まって休息ボーナスを得たら、トレビスに話しかけて秘術の収束点を浄化するクエストを受けます。秘術の同調手袋を装備してから、秘術の収束点を調べると、ランダムでバフが発生することがあるのですが、目当てのものが出なかったらリセットして調べ直します。するとそのうちプラス100マジカ上昇というバフが発生します。これは最大マジカが上昇する効果に見えるのですが、実際にはものすごい勢いでマジカが回復し続けます。これが発生したら素人のフードをかぶってから、消音を唱え続けて幻惑スキルを鍛えます。幻惑スキルを50まで上げたら、次は密店に入って、ドラウグルの待機場所の真上で、魔力の剣を唱えて召喚スキルを鍛えます。魔力の剣をお気に入り登録して、お気に入りメニューからショートカット登録すれば、ショートカットキーで素早く魔法に持ち替えられるので効率よく召喚スキルを鍛えられます。というわけで召喚スキルを100まで上げました。次は聖者の光をドラウグルに当てて回復スキルを鍛えます。回復スキルが40まで上がったら、コレットから聖者の息吹を購入します。そうしたらまた密店に戻って、今度は聖者の息吹を当てて回復スキルを鍛えます。というわけで回復スキルを70まで上げました。
次は編成スキルを鍛えたいのでソリチュードまで移動して、門の前まで着いたら、崖の上めがけて豆苗を打ち込みます。するとなぜかものすごい勢いで編成スキルが上昇します。あまりにも上昇が早すぎて表記が追いつかないので、ある程度打ち込んだらスキルツリーを開いてスキルレベルを確認します。レベルが上がるのでステータスの上昇は全て体力につぎ込んで、肝心の編成スキルはすでに100まで上がってました。次は移動手段が欲しいので、アルケイナウームでカウンターの上のメモを読んで、伝説の生物のクエストを開始します。リフテンの東で一角獣を捕まえるクエストで、しばらく乗り続けていれば自分の馬として飼いならせます。その後は空種の間から南東に進んで、精霊の石碑に着いたら、血虫の兜をかぶった状態でセットします。本来の効果は魔法吸収プラス 50% ですが、これは血虫の兜で強化可能です。そのままスキルツリーを開いて、編成パークの精霊を取得します。精霊の魔法吸収も血虫の兜で強化可能なので、これで現在の魔法吸収率は 100% まで上がりました。そうしたらウィンターホールドから西に進んで、ホブのフォール洞窟へ向かいます。内部では資料術師やスケルトンが出現しますが、魔法は吸収できるのでスケルトンの攻撃だけ食らわないように気をつけて駆け抜けます。ある程度進むと広間に出るので、隅にある古代呪文の書の宝箱を調べて、中身の呪文書を全て回収します。外に出たら回収した呪文書の中から解き放たれた陶器を習得します。この魔法を唱えたままマップを開いて、ウィンドヘルム馬山でファストトラベルします。その後スキルツリーを開くと、破壊スキルが大幅に上昇しています。その場であともう少しだけ唱え続ければ、破壊スキルが60まで上がりました。これでスキル化石は終了となります。次は吸血鬼を直したいので、適当な宮廷魔術師から根膜の呪文書を購入して、黒痕石に魂を捉えます。モーサルでファリオンに黒痕石を渡したら、儀式場で儀式を受けて、吸血鬼を治療します。本来ならこれで血虫の兜による強化を受けられなくなるはずですが、試しに血虫の兜をかぶってから、魔術師のバックパックを付け直してみます。すると、吸血鬼は治ったはずなのに血虫の兜でマジカと所持重量が強化されたままになってます。これが序盤でこのキャラをアンデッドに固定した効果です。吸血鬼のデメリットなしで恩恵だけを受けられるわけですから、これは常識として定着するのも納得の強力なテクニックですね。それではパークを取得するのですが、その前に、まず服を脱ぎます。そのままスキルツリーを開いて、破壊パークの炎強化ランク2、霊気強化ランク1、雷撃強化ランク1を取得して、その後に幻惑パークの旋律の幻を取得します。旋律の幻にはなぜか炎魔法のダメージを上げる効果があるので、これで現在の火炎のダメージは27まで上がりました。一般的に旋律の幻は炎強化ランク2の後に取得するべきだとされていますが、実際には霊気強化と雷撃強化のランク1を取ってからの方が最終的なダメージは上になります。さらに一部の装備や吸血鬼状態もダメージに影響するので、吸血鬼を直した後のタイミングで裸になってからパークを取得したというわけです。その後は血虫の兜をかぶってから残りのパークを取得します。まずは回復パークの聖職者を取得して、瞑想のランクに破壊パークの2連の唱え、2連の衝撃、破壊術の見習い、召喚パークは資料術を強化するルートを通って2つの魂まで取得します。精霊の石碑にはマジカ回復速度マイナス 50% の効果もあり、しかも血虫の兜で強化された状態なのですが、瞑想を血虫の兜と聖職者で強化すれば、差し引きでマジカ回復速度は 115% まで上がります。少し複雑になってしまいましたが、これでパークの取得は終了です。次はある程度戦力が欲しいので、ホワイトランから東に進んで、儀式の石碑に向かいます。付近の地面を調べると、不死の亡霊の呪文書が落ちてるので拾います。そうしたらリフテンから街道を北に進んで、グリーンウォール砦の脇を通り抜けたら、西に見える洞窟へ向かうと、ボルダーフォール洞窟に到着します。事前にセーブしてから中に入って、狩猟術師の装備を確認します。目当ての装備をしてなかったらリセットして洞窟に入る前からやり直します。これを何度か繰り返せば、そのうちドクロの仮面付きのフードをかぶった狩猟術師が出現します。この狩猟術師を倒してから死体を調べれば、狩猟術師のローブ精鋭が手に入ります。このローブにはアンデッドの召喚上限を1体増やす効果があります。
説明文には弱いアンデッドとありますが実際には熟練者レベルまでのアンデッドに有効ですし、虫の杖による蘇生でも有効なので同時に3体の獣人を刺激できるようになります。これで不死の亡霊を3体召喚すれば大抵のダンジョンは簡単に攻略できます。ここで今回のビルドで使う予定の死体を紹介しておきます。1体目はダークライトタワーのボスのシルビア、2体目はアニスの小屋のアニス、3体目は闇の一頭のフェスタスです。なぜこの3体かというとその理由は種族にあります。彼らはエルダーという種族に属しているのですが、この種族には体力が自動回復するという特徴があります。通常の獣人は自動回復しないので戦闘終了後に手動で回復する必要があるのですが、エルダーならその必要がないので管理が非常に楽になります。ほとんどのエルダーはまともなステータスが設定されてないのですが、この3体は例外的に魔術師として戦闘が可能です。ただし彼らにも欠点があって、シルビアとアニスは霊気魔法しか使えないので霊気耐性持ちに弱いですし、フェスタスはマジカ回復速度が低くてすぐにマジカ切れを起こしてしまいます。それを解決するために使うのが、アージダルのアルカナの指輪です。これを装備すると爆発と凍結という魔法が使えるようになるのですが、特に優秀なのが爆発です。これは毎秒4の炎ダメージを15秒間与える効果で、合計ダメージは熟練者レベルと同等なのに消費間近が低くコストパフォーマンスに優れています。そもそも霊気魔術師は炎魔法が使えるようになるだけでだいぶ使い勝手が改善します。というわけで今回のビルドではこの3体に爆発の魔法を覚えさせて、プレイヤーも含めて4人がかりで爆発を打ちまくるパーティーを作成します。もちろん通常の手段ではそんなことは不可能なので、そこは新しく発見されたブリッジを駆使して解決していきます。死体を手に入れる前にまずはブリッジに使うアイテムを取りに行くので、ウィンドヘルムからソルスチェイムに渡って、レイブンロックから北に進んで、ホワイトリッジの墓場に向かいます。雑魚敵は無視して駆け抜けて、ボスも倒す必要はないので脇を通り抜けて、言葉の壁のままで来たら、黒の書、血色の悪い節制の中に入ります。ここでは暗闇にいるとダメージを受けてしまうので、常に松明を持って移動するようにします。後で大量のお金が必要になるので宝箱は回収しながら進んで、最後の黒の書に着いたら、魔術の探求者の能力を得ます。これは呪文の消費を 10% 軽減する効果で、破壊魔法や虫の杖の消費を抑えられるようになります。帰りにまたボス部屋を通ることになるので、皇帝の声で沈静化させて出口側の部屋に逃げ込みます。付近の雲を全滅させたら、檻の下の居住スペースに入って、ベッドの横のメリラーの檻の扉の鍵を拾います。この鍵で檻の扉を開ければ、浸透室が利用可能になります。周囲に落ちてる白スパイダーの卵嚢を回収したら、種類は何でもいいので痕跡と一緒に浸透室に放り込んで、浸透スイッチを作動させると、マインドコントロールスパイダーを作成できます。これは生物に投げつけると一時的に味方にできる効果の雲なのですが、これが獣人に爆発を覚えさせるのに重要な役割を果たします。というわけで最低でも3つはマインドコントロールスパイダーを作成しておきます。次はアージダルのアルカナの指輪を取りに行くのですがまずはお金が必要なので、聖堂でメファーラの祝福を受けてから、商人に戦利品を売却します。黒の書内の宝箱は高価なものが多いので全て売却すれば、お金は8900ゴールドまで貯まりました。これだけあれば十分なのでレイブンロックの崖の上を南東に進んで、コルビョルン墓地に向かいます。ラリスに発掘費用の1000ゴールドを渡したら、離れた場所で3日待機して、また戻ってくると、コルビョルン墓地の内部に入れるようになります。ここは高ランクのドラウグルを全滅させないと先に進めない高難易度のダンジョンなのですが、不死の亡霊を3体召喚すれば問題なく攻略できます。戦慄の幻で火炎のダメージがかなり強化されてるので、火炎で援護しながら戦えばそこまで時間をかけずに殲滅できます。この調子であと2回発掘を進めて、床のパズルを解いたら開く鉄格子の先で、アージダルのアルカナの指輪を入手します。これを装備して、爆発のダメージを見てみると、毎秒21ダメージにまで上がってます。戦慄の幻によるダメージ増加は毎秒のダメージに加算されるので、それが15秒続くと合計ダメージはかなりの値になります。これを重ねがけすればどんな強敵でもみるみる体力が溶けていくので、爆発が最強魔法と言われていたわけです。最大の目的は果たしたのでここで一旦コルビョルン墓地の攻略は中断します。
ここからようやく死体集めに入ります。まずはリフテンから街道を西に進んで、ダークライトタワーへ向かいます。イリアと協力して塔の頂上まで登って、シルビアの前まで着いたら、ホブのフォール洞窟で入手した呪文書の中から、マヒルーンを習得します。これでシルビアを麻痺させたら、直後に皇帝の声を発動して、起き上がりモーション中にインベントリを開いて、アージダルのアルカナの指輪をすり入れます。スリは起き上がりモーション中なら確実に成功します。これでシルビアにアージダルのアルカナの指輪を渡せましたが、従者以外の NPC は武器や盾以外は渡しても装備してくれません。そこで使用するのが、マインドコントロールスパイダーです。これをシルビアに当てると、一時的に従者に近い挙動になります。そうしたらダークライトタワーの中に戻って、セーブ&ロードしてから、外に出ます。その後シルビアの挙動を見て、マインドコントロールスパイダーの効果が残っていたら成功です。この状態のシルビアを倒して、インベントリを見てみると、アージダルのアルカナの指輪を装備しています。従者に近い挙動をする NPC に装備を拾わせてもその場では装備してくれませんが、ファストトラベルなどの大きめのロードを挟むと、拾わせた装備がちゃんと反映されます。マインドコントロールスパイダーを当てて一時的に従者に近い状態にしたことで、シルビアに対しても似たようなことが起こったのだと思います。あとは指輪を装備させたまま虫の杖で蘇生させれば、爆発が使用可能な銃刀を作れます。試しに数発殴って戦闘状態にさせてみましたが、ちゃんと爆発の魔法を使ってくれます。ただし銃刀はファストトラベルなどの大きめのロードを挟むと初期装備に戻ってしまうので、アージダルのアルカナの指輪を装備させ続けるのは不可能です。しかし指輪を回収してから蘇生させて数発殴って戦闘状態にしてみると、まだ爆発が使用可能なままになっています。本来ならアージダルのアルカナの指輪を外せば爆発と凍結は削除されるはずなのですが、初期装備に戻る場合は魔法を削除するという処理が発生しないらしく、結果として爆発を永遠に使用可能な銃刀が出来上がります。この方法で爆発を使用可能な銃刀をいくらでも作れるので、同じようにして残りの死体も取りに行きます。次はリバーウッドから西に進んで、アニスの小屋へ向かいます。アニスのレベルはアニスの小屋に近づいた時点で決定されるのですが、その範囲がかなり広く大守護石に近づいただけでもレベルが決定されてしまいます。なのでほとんどのプレイヤーはレベル1のアニスにしか会ったことがないと思いますが、この動画の通りに進めれば、アニスのレベルは19になるはずです。これでも高いとは言えませんが爆発を使うのに十分なマジカはありますし、氷の精霊を召喚できるので戦力としては悪くありません。というわけで麻痺させてから皇帝の声で沈静化して、アージダルのアルカナの指輪をすり渡して、マインドコントロールスパイダーで疑似的な従者にしたら、小屋の中の扉を開けて地下に入ります。セーブ&ロードしてから外に出て、マインドコントロールスパイダーの効果が残ってることを確認したら、倒してから蘇生して、離れた場所までファストトラベルします。これでアニスにも爆発を永続化できました。ただしアニスの死体は離れた場所で10日経過すると消えてしまうので、一度アニスの小屋に戻ります。その後またアニスの死体の元へ戻ると、なぜか服が脱げています。それはどうでもいいのですが、この状態になるとアニスの死体は永遠に消えなくなります。ちなみに今回使う死体で消える可能性があるのはアニスだけなので、他の死体には特別な手順は必要ありません。それでは最後の死体を手に入れに行きます。ウィンドヘルムでアレティノの家に侵入して、アレティノにグレロットの死を報告してから、適当な場所で眠りにつくと、闇の一党に拉致されてしまいます。捕虜の一人を殺害するよう指示されますが、無視してアストリッドを殺害します。これで闇の一党を滅ぼすルートに入ります。その後は指示に従って闇の一党の聖域に突入したら、まずはフェスタス以外の全員を倒して、フェスタスの元までたどり着いたら、これまでと同じようにアージダルのアルカナの指輪を渡してからマインドコントロールスパイダーを当てて、効果時間が切れる前に急いで外に出ます。セーブ&ロードしてから中に戻って、マインドコントロールスパイダーの効果が残ってることを確認したら、倒してから蘇生します。外に出たら離れた場所までファストトラベルして、アージダルのアルカナの指輪を回収してから、全員を蘇生し直します。これで爆発が使用可能で、しかも自動回復する死体を3体集めることができました。
エルダーの銃とは自動回復するので管理の手間はかからないのですが、耐久力に優れているわけではないので戦闘中死亡することもあります。特に避けなければならないのは死亡した死体を敵の狩猟術師に蘇生されてしまうことです。こうなると効果終了後灰になってしまい二度と蘇生できなくなります。というわけで彼らが死亡するのは極力避けなければならないので、耐久力を上げるための能力を取りに行きます。まずはシャウトを解放するためにブリークボール墓地を攻略して、ニルムルニルを倒します。ちなみに今回のビルドは遠距離攻撃持ちが4人もいるので、ドラゴンに対してはめっぽう強いです。これで各地にドラゴンが出現するようになったので、ウィンターホールドから南に進んで、アンソール山に向かいます。ドラゴンを倒してドラゴンソウルを吸収したら、言葉の壁に接近して、表彰のシャウトを習得します。そうしたら適当なロード扉の前に獣人たちを集めて、表彰を使用します。ロード扉を通って別のエリアに移動したら、セーブ&ロードしてから外に出ます。すると表彰は溶けてますが、もう一度表彰を当ててみます。するとシルビアとアニスには全く変化がなく、フェスタスだけが一瞬だけ凍結しました。現在のフェスタスの防御力と魔法耐性を見てみると、防御力500、魔法耐性 99% もあります。これはスティッキースクリプトと呼ばれるテクニックで、表彰で凍結した相手は一時的に防御力500と魔法耐性 99% の補正を得るのですが、エリア移動してからセーブ&ロードすることでその効果を永続化できます。これでシルビアとアニスは魔法に対して完全耐性を得られますし、フェスタスも魔法耐性が 99% まで上がって表彰が一瞬で解けたというわけです。防御力も大幅に上がって死ぬリスクはほとんどなくなります。チートじみた手段ではありますが、狩猟術を快適に運用するならこれくらいの介護が必要になるということです。死体の強化も終わったので最後の仕上げとして発掘の最終段階を進めます。爆発使いが4人もいれば苦戦するはずもないのでサクッと進めて、ボスのアーチダルも魔法攻撃しかしてこないので、魔法にめっぽう強いこのパーティーなら危なげなく倒せます。というわけで死体を調べて、アーチダルを入手します。現在爆発のダメージは毎秒21ですが、アーチダルを装備すれば、毎秒26まで上がります。戦慄の幻によるダメージ増加はアーチダルによる強化を受けられない場合もあるのですが、この動画の通りの順番でパークを取得していればちゃんと強化を受けられます。ちなみに戦慄の幻によるダメージ増加分は2連の唱えで強化されないので、片手で別々に打った方がダメージ効率が良くなります。ただし2連の衝撃を取得していれば2連の唱えでひるませられるので、状況に応じて使い分けてください。これで爆炎のネクロマンサーは完成です。動画の途中から獣人たちにクエストマーカーがついてましたが、これはそういうモッドではなく、こちらの動画で紹介したテクニックを使用しています。簡単にやり方を説明すると、マルカルスのヌチュ&ゼルでアレシウスのメモを読むと、消えた探検隊のクエストが始まるので、指示に従ってクエストを進めると、スタウブスの日記、クラブの日記、RJ の日記にクエストマーカーがつきます。これらの日記を従者に拾わせてから回収して、それぞれ獣人たちに渡せば、クエストマーカー付きの獣人を作れます。ビルド作成とは関係ないので後に回しましたが、獣人が行方不明になるリスクを減らせるので早めにやっておいた方がいいです。注意事項としてこのビルドではレベルを41以上に上げることができません。シルビアとアニスは出現時点でレベルが固定されるのですが、フェスタスはプレイヤーと連動してレベルが上がっていくので、レベルが41以上になると虫の杖で蘇生できなくなります。なのでこのビルドを作る際はレベルを41以上に上げないように気をつけてください。というわけで爆炎のネクロマンサーの作り方の紹介でした。今回のビルドはゲーム開始時点から計画して動かないと作成できないので少し難易度が高いかもしれません。ですが完成すれば魅力的な仲間とのロマンあふれる冒険が待っているので、ぜひあなたも爆炎のネクロマンサーを作ってみてください。といったところで今回の動画はここまでです。良ければいいね、高評価してもらえると励みになります。それではまた次回お会いしましょう。